have about 200,000 years of history collectively living in groups and about 60 years of living alone. The social change is extraordinary. 22% of Americans were single in 1950. 49% of American adults are single today. 9% of one-person households in 1950. 28% of all households have just one person today. The fastest growing segment of people who live alone are young adults under the age of 35. Now it is an urban condition. Next slide, please. Living alone is more common in Canada and family-centric Japan. It is more common in most of the societies in Europe with which we normally compare ourselves, and it is by far the most common in the Scandinavian countries. In Stockholm, 60% of all households have just one person. Next slide. Our lives are different today than they've been in the past. Living alone is made possible by economic affluence and security. This is the new demographic that for me is the most fascinating. You don't see social changes like this very often. You also can't understand the rise of living alone outside of the communications revolution. Is there anything more innovative than changing the entire way in which we organize our lives and our households?もう一つはどうしてもそのシングルとかソロとかあるいは孤独とか孤立をめぐる問題っていうのは、人間関係であったりコミュニケーションの問題、そういう観点から捉えられることが多かったと思うんですよね。けれども、そういう一人をめぐる問題が、どう空間化されているのかっていうことに僕自身の関心はあって、しかもその空間化のされ方が日本なら日本、欧米なら欧米、アジアの他の都市なら他の都市でそれぞれに違うローカルな立ち上がり方をしているっていう、そこが面白いなと感じてます。一つは、海外から東京に戻ってきた時に、その一人空間っていうものが圧倒的に日本には多い。例えば、カプセルホテルであるとかパーティションを持った半個室型ラーメン店とか、最近では一人カラオケとか、そういう一人空間というものが、種類においても数においても圧倒的に多いっていうところに、関心を持ったんですよね。自分の実家が農業をやっていて、ずっとというか親の代から自営業なので、やっぱりそこを継いでほしいっていう親の思いとか、ちょうどその自分の住んでる地域が過疎地域なので、どんどん人がいなくなってしまう。その中でちゃんと残ってほしいっていう思いとか、やっぱり危ないんじゃないっていうので両親は最初は、特に父親の方は結構反対してましたね。ただもう勢いで決めて、就職がちゃんと決まってからは、正社員の採用が出てからは特に何も言われなくはなりましたけど。女性の一人暮らしはいずれずっと一人で住むっていう人はあまりいなかったりもするんですけれども、ただ
若い女の子が一人暮らしをするっていうのは比較的普通のことですね。ただ女性ならではとしてはやっぱりちゃんと2階以上に住みなさいよとか、オートロックのところにしなさいよとかっていう周りからの心配はありますけど、ただみんな比較的自由に普通に暮らしています。すごい小さい時から家庭の中に社会があったというか、そういう中ですごいずっと生きてきたから、やっぱり一人暮らしをこう本格的に始めて、なんか今までの自分は自分であることに変わりはないんだけど、ただやっぱり殻をかぶってたなっていう風に感じることがすごい多くて、当たり障りがないようにとか、その自分の家族内での役割とか、そういったものとかどう見られた方がいいかとか、そういう風なので無意識に自分をこう殻でどんどん包んでたところがあるなと思って、どんどんこう一人で暮らしてると、そんな自分ポジティブじゃないなとか、やっぱりなんだろう、一人でいるのが好きだなとか思ったり、そういうことは結構あって楽しいです。とりわけ日本の場合は一人空間がまずは物理的なパーティションを持っている場合が多い、それが一つの特徴ですね。でもう一つの特徴は、多くが商業空間化されている、言い換えるならば、課金空間化されているということだと思います。もちろんそれは資本主義社会の発展と連動していて、その大量生産大量消費の時代から、個人の好みに応じて、多品種少量生産できるようになってきた時代っていうのがあったと思うんですよね。で今やもっとその個人の好みに応じてカスタマイズできるサービスであったりプロダクトっていうものが台頭してきた。これが、アパートメントハウスという名前で発表した住宅の模型です。この建物は都市で住む8人の人が8部屋で構成された家です。家というか集合住宅、要するにマンションとかアパートのような集合住宅でもなくて、一戸建ての家とも違う、今までとは全く違った新しいタイプの住宅というのを考えています。日本のアパートはちっちゃくて、普通のアパートはですね、お風呂もキッチンも全部ついてるんですけど、全部小さくて優雅じゃないんですね。だから小さいスペースの中にお風呂だけがあるわけですね。そういうようなことで、例えばここは朝を楽しむ部屋だとか、あとですね、これは化粧の時間とか朝の身支度を楽しむ部屋ですとか、いろいろそういう部分だけが集まってる。ここはですね、例えば、これキッチンがついてまして、
料理だけ楽しむ部屋とか、ここはお風呂と、ベッドと庭があって、そういう生活を楽しみたいとか。でそれぞれ都市で一人暮らしをしている人は若い人もお年寄りも結構たくさん増えていますけれども、そういう人を想定しています。そういう一人暮らしをしている人っていうのはずっと家にいるわけではなくて、都市のいろんな場所を行くわけです。公園に行ったり、電車の中が自分の家のように感じたりで、そういう人たちが例えば家に帰る時に、全部揃ってる家ではなくて、その自分の好きな部分だけがあればいいんじゃないかということで、例えばお風呂しかない家ですとか、キッチンしかない家だとか、日当たりがいいだけの家で他は何もないとか、そういうような部分がいっぱい集まってるような家です。でみんな部分しか持っていないので、例えばお風呂しか持ってない部屋の人っていうのは、ご飯食べたい時はキッチンの部屋の人に訪れたり、逆もあったりして、そうしていくうちにみんなその自分の不足を求めてですね、それぞれが魅力的なので行きたくなってくるわけで、そうすると人が集まってきて、知らない人たちが一個の家に集まって、新しい家族みたいなものになる、そういうような建物を考えました。まずこの部屋自体が小さいというふうには多分感じないようなものを作ろうとしているというのが一つあります。一般的な集合住宅についているお風呂っていうのはいわゆるユニットバスって言われていて、小さいわけです。でそういうお風呂に比べると、ここのお風呂の部屋のお風呂っていうのはすごく大きい。例えば家族が住んでる家のお風呂よりももっと大きいわけです。でそういう意味では全然小さくない、あくまで生活の24時間の中のわずかなひとときの間にその空間があるというだけなので、そういうことはないっていうのは一つ僕は感じます。高い、今ここがロフトのベッドなんですけど、僕が実家で住んでいた時は父親が僕の部屋の押し入れの天井の上を、ぶち抜いて、でその上にベッドの、ロフトの寝るスペースを作ったっていうのがあって、で小さい時はその上でよく寝てたので、そういう小さい頃の感覚が今ここで味わえているっていうので、全然快適に寝てます。都市における一人のライフスタイルっていうのは、住宅内部に完結するというよりは、昔であれば銭湯であったり、コインランドリーであったり、食堂であったり、そういったものを、その都市に
存在するさまざまな施設をネットワーク的に使うっていう、そういうライフスタイルによって維持されていたわけですね。そういう都市のライフスタイルっていうのはある意味その街全体が自分の家だとして捉える。実際現代の都市の一人空間っていうのはとりわけ日本はそうなんですけれども、駅前を中心とするその移動の経路に現れていることが多いんですね。中間空間っていうのは、家と学校会社職場の間にある中間の空間、そういう中間空間が一人空間化しているっていうのが、現代の、モバイルメディアとも連動した現象かなと。This train will operate as a limited route and Sophus Line. This train will continue on to the Sophus Line from Kanawa Yokohama Tokudai. Please watch your step when you leave the train. あんまり近所のね知らなかった場所とか綺麗な公園とか見つけられて楽しいなって思ってます。会いたいな、ずっと考えてるよ。そうそう、冷蔵庫のご飯がなくてさ、買いに行かなきゃ。見て見て、これ探してたやつ、私のじゃなくて猫のご飯ね。日本で1980年代から90年代にコンビニっていうものが増殖し始めると、電子レンジを持たないとか冷蔵庫を持たない、そういう若者が増えてきたわけですよね。で従来都市の内部にあった機能をコンビニのような外部に依存する、そういうライフスタイルが出てきたからなんです。それは要するに住宅機能の外部化っていうことが起こったっていうことなんですね。でそのことは今現代であれば定住する、家を持たないアドレスホッパーのような人たちも、その住宅機能を外部化し街全体を自分の家として捉える、そういうライフスタイルを、姿形を変えて送っているというふうに思います。我々のイノベーションはいくつかポイントがありまして、今どこかに住んだ時に当然住んだ後いろんなものを購入しなければいけないと思うんですね。当然服を買わなければいけない、家具を買わなければいけない、で周りのレストランで食事をしなければいけない、このいろんなサービスプロバイダーからいろんなサービスを得て人の生活って成り立っていると思うんですけども、それを一箇所で親として提供できるっていう世界観も作ろうとしています。で我々の家に住めば、例えばその家具を借りるにしても我々に言えばいいし、例えば食事をするにしても食事の場所で例えばクーポンがあるとか割引があるとか、そういったものも我々が提供できる。そういう全ての生活に関わるものを全部我々としてはワンストップで提供できるっていう世界観も作ろうとしてますし、そういう世界になっていくと思います。
やっぱり先進国としてこの一人暮らしの人が増えているとか晩婚化っていうのが問題、問題というかですね、晩婚化っていうのが進んでいるという背景っていうのはやっぱり先進国が先進して起こっている現象ですので、やっぱりこの新しいその社会現象みたいな中での一人暮らしの在り方っていうのを今まさに我々は作っているところです。で必然的にそのモデルっていうのは他の国にはまだ存在してないと思いますので、日本発信でこういった一人暮らしをカスタマイズするみたいな生活の新しい形、こういったものは他の世界でも必要になってくるので、他の世界で我々としても展開していきたいなというふうに思ってます。そうかな。3年間だけ2年かな、2年か3年だけボーイフレンドと一緒に生活したことがあります。相手は、今の、夫で、結婚する前に、そのビーチで一緒に暮らしをしておりました。最初はすごく楽しかったけれども、結果的に2年ぐらいして、別れてしまって、やっぱりそれはお互い一緒に生活することに慣れてないのが原因だったのかなっていうふうに思います。バラバラに住んで結婚してちょうど2年以上経つんですけど、意外と一度も例えば近しい友人とか、例えば家族、自分の親とか相手の親から一緒に住むべきとか早く子供を作りなさいとか、そういうことって言われたことがなくて、それはすごいなんかありがたいことだなと。家族が一緒にいることは幸せかもしれないけれども、やっぱり何かその自分の幸せは自分で選べる、そういう自由っていうのはこれから、少しずつ増えていくといいなと思っているけれども、まだ少し、そういう人は多くはないのかなというふうに思っています。そう、知り合いにあなたは結婚が遅いよっていっぱい言われてるので、30までは一人で暮らしたいですね。で、仕事は今のところはまだ続ける、5年後は続ける気持ちはあるんですけど、ずっと以前そのデザインを勉強していたこともあって、もっと自分から表現できる仕事をしたいなっていう気持ちもあり、まあ、そうね、ずっと一人でいるとは思わないし、多分いつかのタイミングで結婚して子供作ったりするんだろうけど、やっぱり最近よく考えるのは、こう友達グループでみんなで子供育てたりとか、
まあ、そういったこう今の社会にないようなコミュニティへの開墾欲望みたいなものはやっぱりあるよね。それをこうどう実現するかとか、実現可能なのかとか、やり方わかるかっていうとちょっとまたわからんけど、うん。あれ聞こえてる？もしもーし。もしもし。ああ、ちょっとネットが悪くて、少し一人で話してたのかと